アブー・フライラは次のように伝えている。ある時、礼拝の呼びかけ、イカーマーが告げられ、列が整えられた。アッターの使と彼に平安と祝福あれが現れ、ムサラに立った時、自分がジュヌブであることを思い出した。それから彼は我々にそれぞれの場所に留まるように命じ、沐浴に出かけた。そして頭から水を垂らしながら戻ってきた。彼は、アッター・アクバルと言い、我々は皆彼と共に礼拝を捧げた。サヒーフ・アルブハーリー275。ハディースの説明。タハラ、清めはハダス、不浄な状態からのものであり、礼拝、サラートの条件です。そのため、清めなしに礼拝は有効ではありません。このハディースにおいて、アブー・フライラ、アッターが彼にご満悦であられますようには、ある日、アッターの使と彼に平安と祝福あれのモスクで礼拝が行われたと語っています。列が整えられ、人々は礼拝のために立ちました。預言者、彼に平安と祝福あれは人々を率いるために出てこられましたが、イマームの立ち位置に立った時、彼がジュヌブ、大不浄の状態であり、ジャンバー、性交または精液の排出による不浄からぐする、全身の沐浴をしていないことを思い出されました。ジュヌブという言葉は、精液を排出したもの、または性交したものすべてに適用されます。ジュヌブと呼ばれるのは、彼が清められるまで礼拝や崇拝行為を控える必要があるからです。そこで、預言者、彼に平安と祝福あれは教友たち、アッターが彼ら全員にご満悦であられますようにその場に留まるよう命じ、それから預言者、彼に平安と祝福あれは妻たちの部屋に戻ってぐするを行い、その後、ぐするの後で頭から水が滴る状態で彼らの元に戻ってこられました。そして、彼は人々を率いて礼拝を行いました。これは、預言者、彼に平安と祝福あれが教友たちと共同体に、清めの行為や、アッターが命じられたことを思い出した時にためらわないこと、そして人々に対してためらわないことを教えるものでした。このハディースからは、モスクでジュヌブであることを思い出した人が、グスルをするためにモスクを出ることは許されるということがわかります。彼がモスクを出て歩くためにタイヤムム水の代わりに土などを用いる清めをする必要はありません。同様に、ジュヌブの状態でモスクを通り抜けたい人も、タイヤムムをする必要はありません。いかなる場合でも、言葉による礼拝からイカーマを分離することは許されており、また、それが礼拝の目的を果たすのであれば、行為によっても分離することは許されている。